トバーンも走行域に入れた欧州でもう一回売るよっていう気持ちでこの車を作ってきたっていうことでですね、 SAWC ですよね。エモいエモいあれこんな良かったっけ。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日ご紹介するのはこちら、三菱のアウトランダー PHEV です。こちらですね、10月30日に発売されたモデルなんですけれども、やっと試乗が叶いました。ちょっとね、試乗車も揃わなかったのかなという感じもしますけれども、一般道試乗がね叶いましたのでお届けしていきたいと思います。今回ですね、大幅改良ということで、あんまり外観のリファインが本当にリファイン程度でとどめられているんですけれども、この動画ではですね、結構それでも変わったところがあるので、その辺をお伝えして、そして次の動画で試乗をお伝えしていこうかなと思っております。今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。自宅で簡単ガラスコーティングシラザン50。はい、それでは内外装と使い勝手編、今日ざっといきますよ。こちらフロントフェイスでございます。何が変わったかというと、顔で言えばこの辺が変わっております。先日三菱のトライトンもお届けしてまいりましたけれども、三菱といえばやはりこの顔でございます。ここにですねライトがあって、上にポジションがあって、これがターンランプと入れ替わるみたいな感じなんですけれども、この特徴的なフェイス、このデザインですね、非常にダイナミックです。なんですけれども、今回ですね、全然変わってないんじゃないのと思いきや、ちょっとしたところが変わっております。まずここですね、このグリルの部分なんですけれども、非常に表面がつるっといたしました。これによって非常に先進的でまたかっこよくなったんですけれども、この三菱のコーポレートロゴが入っているこの辺が大きく変わっております。はい、実は今回ですね、このエンジンフードのところがこの走行面までですね、こう傾くように包み込むようになりまして、ここから下がグリルになってるんですね。ちょっとボンネット開けます。はい、はい、こんな感じでございまして、このフードの上のところが開くような形状になっております。で、こういう形状にした理由というのはですね、実はここをねつるんとさせることによって、ボンネットが高速走行時にガタついたりとか、ここでですね空気抵抗が生まれてしまうことをですね防ぐためなんだそうです。これこそアウトバーンも走行域に入れた欧州に売って出る、欧州で販売するための戦略であり、また空力デザインだということなんですね。ということはですよ、やっぱり日本の道でもこのバタつきのなさ、そしてこの剛性感、フードすごい重いんですけど、この剛性感っていうのは走行として効いてくるんじゃないかと思われます。ちなみにこのボンネットのところもすごいかっこいいです。かなりですねマッチョな感じのボンネットなんですけれども、しっかりとラインが入っていて高級感がありますよね。はい、そしてもう一箇所違うところ、ここです。ここがですねかなり立体的な形状になりました。で、この立体的な形状になると同時にチタニウムグレーに色が変わっているので、ここも非常に質感が高く、またですね少し若々しい感じになっています。はい、そしてサイドビューです。サイドビューもほとんど変更ないんですけれども、これのサイズ感ですよ。今やっぱりですね、その欧州に今売って出る、欧州でもう一回売るよっていう気持ちでこの車を作ってきたっていうことでですね、このサイズの存在感っていうのが効いてくるんじゃないかなというふうにも思います。この前のですねアウトランダー PHEV が欧州ですごく売れた。それはねですね税金の税制でもですね得をした部分でもあるんですけれども、プライグリーンハイブリッドとしてすごく存在感を示した車でもありますので、ここをですねもう一度っていう気持ちが、この顔で行きたいと言っていたので、そういう気持ちがですねやっぱりいろんなところにこもっているなと思うところが、実ははい、こちらタイヤとホイールなんですけれども、こちらのデザインが新しくなりました。まずホイールなんですけれども、この切削面が結構大きいですね。割とこう疾走感のあるデザインに変わったんですよね。この面積感があるというか、結構ですねエッチーなデザインになりました。そしてタイヤが新開発なんです。ここもですね車の性能と合わせて、今回ですね出力めちゃくちゃ上がってるんですよ。プラス 20% の向上ということでですね、結構そのバッテリー自体の単体のトルクも 60% 上がっているということで、それに合わせて SAWC ですよね。三菱といえばのこちらの性能も上がっているので、タイヤがそれにつれて新しくなったということなんです。ちなみにですね、これブリヂストンのアレンザが入っております。リアタイヤもこんな感じです。前後合わせてみると、やはりこのですね結構平面なデザイン、平面が多いデザインっていうのがですね、パキッと車のデザインを新しく見せているかなという感じもします。ちなみに18インチと20インチの設定があります。はい、リアビューです。リアビューも今回大幅改良ということで、あんまり変わったところはないんですけれども、変わったのはここですね。
はい、前同様ですね、リアのスキットプレートとこの辺の形状が立体的になりました。そして上部のところもですね、チタニウムグレーになっているというのもポイントでございます。これによってあまり大きな変更はないにしろ、やっぱり足元すごく大事ですから、キュッとね引き締まって新しくなったなっていうね、パキッとさせましたよね。さあ、そしてもう一箇所、ここです。このリアのですね、コンビランプがスモーク調になりました。ここもですね、やっぱスモーク調って今流行ってますから、スモーク調になっただけでちょっと高級感が出るというかね、ちょっと高級車になったなっていう感じがここであるかと思います。さあ、ちなみにこちらのボディカラーも新設色となっております。ムーンストーングレーメタリックというですね、非常にロマンチックな色になりました。ブルーのような少しですねソリッドなグレーのような、明るい光が当たるとブルーに見えるんだけれども、これ日陰で見るとすごくソリッドなグレーにも見えて、印象のね違う2色の色をまとったかのようなニュアンスのある色になっていて、こちらもおしゃれだと思います。それから言い忘れておりましたけれども、こちら全高が5ミリ上がっております。さあ、ちなみにですね、せっかくなのでちょっとラゲッジも見てみましょうか。じゃじゃんということで、そうなんです、実は3列シートがあるんですよね。さあ、この3列シートのある SUV って意外とこの SUV 業界でも少なくて、なのでこの3列目シートあるないは結構グローバルでね受けるんじゃないかなと思います。今回ですね、日本の後に、欧州とそれから、ニュージーランドとオーストラリア、それから北米に販売されるということが決まっているということなので、結構ねいろんなマーケットでこの多様性のある車っていうのがすごくねもてはやされるんじゃないかなと思います。でこのシートアレンジもすごい簡単そうなんですけど、今日すごい時間がなくてさすがグローバルモデルと思うんですけど、こういうところにですねちゃんとシートのアレンジの仕方書いてあります。ただこのシート自体は結構重みがあるので、一人でね女性がちょっとこうね離れながら操作するのは結構しんどいかなという感じもしますが、この倒したりするレバーはね、はいパタンありますので、こういうところはですねすごく使いやすいんじゃないかなと思ったりもしております。いやこれ結構今ねちょっとね前の座席のシートのそのスライドの都合で結構ねパタンと倒れなかったんですけれども、にしてもすごい広くないですか。結構ねフルフラットみたいな感じになりそうな気もしますよ。ちょっと詳しくはカタログ見てください。今日はちょっとシートまで全然やれないので、これで勘弁していただけたらと思いますが、いやーすごいね広いですよね。はい、というわけでインテリアでございます。はい、このですね三菱のアウトランダーは先代からもう劇的に内装質感が良くなったんですけれども、その内装の質感の良さっていうのはもちろん継承されております。今回はこのブラウンのねすごく素敵な内装を選んでみましたけれども、グレーっぽいやつもあるとのことで、明るい色がねこの内装のバリエーションとして用意されると本当に心が浮き立つというか、高級車の証拠っていう感じもいたします。さあ、というわけで、この辺はですねふわふわです。ふわふわのこのソフトパッドが入っていて、キルティングが入っていて、とってもねおしゃれですごく触り心地もいいです。もうとにかくふわふわです。そしてシートもですね結構ねふわふわなんですよね。でこの辺はやっぱグローバルモデルですので、その体格もですね割と日本人だけじゃなくていろんな人にアジャストするように作られたのかなっていうのを感じさせるようないいシートになってます。すごく座りやすいです。はい、それでは乗ってみますね。はい、さっきですねちょっと指導してしまったので、結構そのままにですねインターフェースがついちゃってますけれども、これオフになってる状況でございます。なので、そのままちょっともうねパワーオンにしようかなと思いますが、パワーここにありますね。はい、という感じでエモいエモーショナルです。エモーショナルメーターでございますけれども、こうキラキラっとね始動します。はい、今回ですねこちらのメーターももちろんそうなんですけれども、こちら 12.3 インチのディスプレイが入りました。そしてですね、このようにね今ちょっと音楽のオーディオのね画面が立ち上がっておりますけれども、そうなんです、今回ですね実ははいこのヤマハとですねコラボをして共同開発をしてですね、すごくオーディオが良くなったんですよ。でこのオーディオはちょっとね著作権の関係があるので皆さんにお聞かせすることはできないんですけれども、はい、この辺に入っているですね小さいスピーカーツイーターとかもすんごいこだわりの、はい、オーディオになりました。ちなみに今回ですねグレード構成が2個になっていて、私が乗らせていただいているの最上級グレードです。で最上級グレードになると12個のスピーカーが入っている。そしてそれ以下のグレードになると8個のスピーカーということで、スピーカーもグレードに引っ張られて変わりますので、その辺もですね合わせて選んでいただけるといいかなと思います。とにかくこのヤマハの
オーディオシステム、サウンドシステムが素晴らしいということなので、後でですね私撮ってない時にね聞いていきたいと思いますが、今回ですねちょっとオーディオのその音源の関係で著作権の関係で使えないということなので、この辺は皆さんぜひですねディーラーに行ってオーディオルームとして視聴していただけるといいのかなと思います。はい。そしてあとはですねこのミラーがフレームレスになってすごいおしゃれになったよっていうところも一つポイントなんだそうです。はい。あとはもうねすごい綺麗ですよね。このように結構ねシックな感じなんですけれども、そうそう安全系のね MI ドライブとかそういうのもしっかりついておりますので、結構メカメカしい感じはしますけれども、質実剛健というよりはかなり上質感があるかなっていう感じがするので、こういうね黒いピアノブラックの塗装とかの使い方もすごく上手ですし、この 12.3 インチのオーディオもすごく綺麗に入ってますし、この辺のコンソールもですねこうやや SUV 感もありつつ高級感もあるというような感じで、ちょっと前のですねレンジローバーっぽい感じもするので、すごくおしゃれになってるかなと思います。で非接触充電ありますね。そしてここに HDMI があって、それからタイプ C が2つついているという感じで、これがですね音楽のソースになっているので、USB デバイスとしてねこちらに差し込んで聞くこともできますし、もちろんスマートフォンをこのようにコネクトして聞くこともできるというような感じです。これ iPhone 入れてくれてますけども、はい。でこの辺がちょっとねツルツルしてるんですけれども、切り込みの入った凝った、装飾柄になっているというのと、あとこれですよ、走行性能ね。今回ですね出力が上がっているので、いろいろ走行に対して SAWD の変更とかもあったということなんですけれども、この辺は後で走りながら行きたいと思います。はい、そしてこの辺ね EV モードであったりとか、はい、それからバッテリーのモードであったりとか、そういう感じですね。そうそう、あとですねペダル類がメタルになったっていうのもですね、はい、一つポイントかなと思います。すごいおしゃれですよね。あとはドリンクホルダー2つになっていて、この辺もとっても質感が高いんじゃないかなと思いました。ここもグローブブックスはそんなに大きくないですけれども、しっかりとねいろんなものが入るようにはなっているかなと思います。はい。そしてそうそう、これね、はい、ルーフがサンルーフが開いた滑らかに開きますね。この開き感も素敵ですね。いいですいいです、高級感ですよ。おしゃれ、いいじゃないですか。とっても高級感あるじゃないですか。へえ、向こうまでだ向こうまで開きました。ちょっと私が閉めることができない。閉まりましたね。はい、という感じで結構ですね高級車としてのしつらいも素晴らしい素敵なんじゃないかなと思いました。後部座席です。さっきねご紹介した通り、この後ろにですね3列目のシートが小さく隠れているんですけれども、ちゃんとあります。ですが真ん中のシートもすっごいふかふかでゴージャスです。ちょっとお尻が高い感じしますけれども、乗ってみると、はい、後ろもちゃんとですね、ほらねスピーカーが2個入ってて、こっちがウーハーになるのかな、ウーハーさらに後ろかなね、すごくいっぱいねやっぱスピーカーがある。でここにねちゃんとこうやって、ね、サンシェードもついてて、ね、後部座席への思いやりもいいですね。いいですよ、すんごいいいじゃないですか。あれこんな良かったっけ。なんかすごい落ち着きありますね。でしかもほらね、エアコンもシートヒーターもちゃんとついてて、でここにこういうねディスプレイがちゃんと入ってるっていうのもすごく高級感ありますし、あれちょっとこれお値段考えるとすごい安いんじゃないですか。600万円台とかでしたよね、上のグレードでも。あらちょっと急上昇ですよ、私の中で。はい、実際に乗ってみるとこんな感じです。ちょっとすいません、いつもの感じよりも画角が狭いですけれども、さあこんな感じです。どうでしょう。でこのシートが撮影のために結構後ろまで下げちゃったので全然ないように見えますが、ドラポジに合わせるともうちょっと前あります。で、それよりもこのふかふかしたシートの方が気持ちいいっていうのを伝えたくて今これ撮ってるんですけど、結構ですねシートが本当にもちもちふかふかしていて、結構ね乗りやすいです。乗っていてすごく落ち着く感じ、ほっとこうね体が落ち着く感じがします。いいですね。ここにちゃんとポッケもあってね、なんかすごいおもてなしの感じるリアシート、さらに後ろがあるでしょ。全然いいですよね。これはね3列シート SUV として結構ねいいパッケージだと思いますよ。というわけで今日はこちら三菱のアウトランダー PHEV 内外装と使い勝手編の、ちょっとざっと駆け足バージョンをお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。
やはりですねこのパッケージ今回欧州に打って出るということもありまして、いろいろとですねかなり細かいながらも質感のアップされたような改良が加えられているかなというのが印象的でした。この後はですねさらに気になる走行編でございます。今回は一般道市場ということで、皆さんもぜひですねこちらの方もご期待いただけたら嬉しいです。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井優希でした。バイバイ。